ジャンク屋に紛れて置いてある世界を救う、すげえ未来だ。まだまだもっと改善の余地ありっていうなんか人間の癖なのかね。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。でこれですよ。こいつはいわゆる自作キーボード界隈っていうものがありまして、裏面とか横面とか見たら分かるかもなんですけど、基板みたいなのが売ってるんですよ。基板とパーツで売ってて、でこのキーボードのキーとかのスイッチとかキーキャップみたいなのをもう自前で買って、この基板自分でハンダゴテしてキャップをつけて、あとはドライバーとかもネットで公開されてるやつを入れて動作させてるっていう、ちょっとそういう自作キーボード界隈っていう界隈があるんですけど、僕も本当にこう先っちょしか知らないっていう感じの浅い理解なんですけど、でそこの界隈で、結構流行ってるスタイルが、これはトラボ付きっていうモデルなんですけど、キーボールっていうモデルが結構流行してて、それは分割型のキーボードにこのトラックボールが付いてるっていう代物なんですよね。で、それいいじゃんって思ったんですけど、世間に出てるそういうデバイスもやっぱトラックボールってこっちに付いてるんですよ。でいろいろ調べた結果、こういうスタイルである程度製品化されたものもあるんですけど、やっぱそういうので左利き用っていうのはないけど、こういう自作界隈だったらパーツをカスタムできて自分でハンダゴテして設定するわけだったから、作れるってなって、じゃあ作ってみようっていうのでちょっと一回作ってみてっていう感じで。高さも出そうですね。これもよくあるiPhone に使うそうですよね。後ろにくっつけるやつをマグネットでつけて、手作り感満載のすげえこういう感じで固定しないとっていうことですね。そうですね。無線かつ、いやその手作り感っていうか、なんだろう、ジャンク屋に紛れて置いてあるなんかその世界を救うキーになるメカだね、これね。そうですね。むき出しの感じがね。これをなんか本当に作り込んでる人は自分で 3D プリンターで今結構こういう基板むき出しにしてるんですけど、綺麗にこうケースを作って包装したりみたいなこともしてるんですけど、ちょっと自分はこれの前にトラックボールないタイプで1台作って、2台目ちょっと試作っていうところで作ってみてやってるって感じです。これを実際使ってる？実際家でちょっと使ったりしてますね。やっぱりじゃあ使い心地は結構使い心地自体は面白いし、やっぱソフトウェアがもうこの公開されてるやつですごくカスタム性が高いやつなんで、こう自分好みにいろんな組み合わせができるっていうのもあって、それで作ってたんですけど、ちょっと唯一短所が、これもうまく設定すれば回避する方法があるかもなんですけど、どうしてもこれのソフトを作ったり基板を作ったりしたのは個人の方々だったりするんで、その設定のノウハウがあんまり広まってなくて、それを調べるハードルが高かったりっていうのと、あとはこれどうやって改善するのかわからなくてあんまり改善できなかったのが、基本使ってる時は全然大丈夫なんですけど、よくこう接続がちょっと不安定なことがあって、なんかずっと使ってる分にはいいけど、家とかに設置しといてちょっとご飯食べに行ったり皿洗ったりして戻ったら接続切れてて、その度にまたコテコテコテで接続し直してっていうことがちょっと鬱陶しいっていうか、ちょっと面倒くさくなっちゃって、たまにおもちゃで触るっていう感じになってますね。なるほど。
なんかもうこの分割タイプとかなんか手首にこうホールドするようにしてもうこうやってくれたらもうなんかずっと確かにだらんってしながら全部できると思うんですけどね。それはここいいあ、そうすごい。空中にめっちゃ面白い。あれめっちゃいいやん。すげえギライだ。はいはいはああすごい。これをちょうどいい位置におすごい。家でこうやってい。すごい。めっちゃいい。あっけえ。すごもちろん反対側もありますね。すごい。すごいな、このジン君のデバイスへの飽くなき探求心が。これだったら椅子って基本的にこう机に一定距離を保たないとキーボードを触れないじゃないですか。このスタイルだったらパソコンがここにあるとしてうわーってなってすごい。なんてグラフがここにキーボードとマウスの機能が全部詰まってるのすごい。もうこの状態でこんな姿勢で家でカタカタウェブサーフィンができるっていうやばいな。これだからもうベヨネッタするのあれですよね。よくあります。なんか複雑なデバイスをこう手元の社長椅子にくっつけてるタイプの。これはそもそも何のためのものなの、このアームは。これはカメラ用のリグでよくあるパーツで、本来はなんかここ自体にいわゆるカメラを固定したりするのがいろいろ連結できたり組み合わせができるやつなんですけど、それにこの iPhone の後ろにつくマグセーフのマグネットと、これの裏にそのマグセーフ用の貼ってマグネットにできるシールを組み合わせたやつをこれとそのネジがたまたまあったの？ある程度規格化されてるっつうか、これ用のネジっていうのをサイズ調べて合うのを買ってっていう。すごいな。こうやってで家にはここにちゃんとこうふっくらしたクッションを置いてこうってやってこう仕事だったりまあ普通に遊んでたりっていうのをやってたりするんですけど、まあやっぱたまにこう接続が切れちゃうんで、ちょっとそこを改善したらもっと快適にできるやなっていうのを考えてるのが現在ですね。いやこれもう前科悪科で言ったら絶対悪だと思う。これ会社全部これジンさんにこれ導入してもらえますか、全員の席に。全員もみんなこんなで仕事してって山根さんに怒られますね。そんなんだからってまた言われますよ。そんなんだから神さん太るんですよ。楽したらダメですよ。楽したら駅から会社までのルートこういう風に来ると坂道全然通らないねんって言ったらもうそんなだからって呆れた顔でね。下げすむような目で俺見られてめっちゃ俺坂道使わなくていいルートをなんか発見してそれもう意気揚々と力説してたらそこから俺ハッと悔い改めて坂道通るようにしてきた。素晴らしいですねこれは。なんか面白いことやってるなとかこういうのをAmazon でずっとなんかこれのアームのもうちょっと長いのないかなとかを探したり。だからそうなんだよこれね本来別にこんな風に使う用のアームじゃないけど自分のこういうイメージがあってこういうアームみたいなの欲しいな何かないかなって探すの結構楽しいんだそうなんよね。ですよね。これハマるわみたいな、これがこうシンデレラフィットするみたいなさちなみにこの携帯に至るまでにもう何とかの試行錯誤はあったんですけど、今回は一旦現在最新形だけ持ってきたって感じですね。あそれでこうずっとこう更新し続けてるわ。そうですそうです。ここら辺もいろいろ試したり。そうこれもねいやいいですよね。来たって思うよねこれ見つけた時ね。これだってちょうどいいっていう。わかる。そのフィットしなかった残骸たちが俺も押し入れの中にたくさんあるの。こういう試してみて、違うっていう角度がちょっとみたいな。ちょっと短いなとか、ここ干渉しちゃうなとか。わかるわ。思ってたと違ったっていうのがたくさんあってこの形になりました。まだまだもっと改善の余地あり。これからもジンクの旅は続くわけですね。そうです。探求の旅が。ジンさん、そういう意味とガジェットっていうのはこのマウスであったりキーボードであったりその PC 関係だけですか？結構そっち系がやっぱ多いですね。キーボードとマウスがやっぱり
一番触るんで、あと僕コンセプトアーティストだから液タブ、液晶タブレット大型を使うんですけど、あれも液晶タブレットとキーボードを回すとどう置くかっていうのも結構人によってスタイルあるんですけど、僕ちょっと下浮かせて下にこうキーボードとかマウス入れて、ブラインドでこう入力とかするけど、タブレットはここにこう浮いててほしい派なんですよ。でこれもやっぱいろいろ試行錯誤がありましてそこにちょっと自由度を持たせるためにやっぱなんかここに台座とかそういうのじゃなくて、モニターアームで浮かせたいんですよね。でそこはいいんですけど、結構モニターアーム結構いいものを使っても、大型の液タブってぐらつきがあるんですよね。だから絵描くときにちょっとぐらついたらそれは気になっちゃうってことで、なんか改造しようっていうところで、今の最新状態はその液タブの後ろにさっきのカメラ用のリグ系をいろいろ組み合わせてポールみたいなのがあるんですけど、ポールみたいなのを1本通してそこでこう閉まったり出したりできるレッグをつけて、ここにレッグをこうやってる時に出したらぐらつかなくて、支えが支柱があるからぐらつかなくて、でゲームとかやっててこう絵描かない時は、別に邪魔なんでこう畳めるっていう状態で、そのポールがついてるから、そのポールについでにさっきのこういうアームの短いやつをちょっと通して、そこにちょっとスマホをポチって置けるやつを作ったり、iPad mini とかをポチって置けたり、あとはマイクとかをポールから出るようなマイクをつけられたりみたいなのを改造してやったりしてました。もうジン君そういうのさ、写真撮ってさ、どっか企業に送った方がいいんじゃない作ってくれて、確かにね、もうなんか求めてますよ。なんかニトリとかなんかその辺にさ安くで作ってくださいって。結構こういうのってやっぱ人によって結構些細な好みが違うんで、やっぱこうカスタム性が大事になってくるわけで、やっぱどうしてもそういうのでちょっとしたことに気になっちゃう人間ってカスタムしちゃうと思うから難しいと思うんですよね。そうだから多分この世の中にはジン君みたいな人もっと他にもたくさんいるんだろうね。そうですね。自分環境を作ってね。僕もだいたい YouTube とかでこういうのばっか改造してる人の YouTube チャンネルとかがいろいろあるので、そういうのを調べて、この人はこういうやり方をしてるのか、じゃあちょっとそれをちょっと真似て取り入れてみようとか、そういうところで情報は拾ったりしてますね、同志たちが。前にテッキってゲームをさ、カプコンで出した時にさ、でっかいコントローラーで、あれでみんなコックピットを作ってさ、こぞって SNS に写真を載せたりしててさ、今でもこうドライバーズシートを組んだりとかしてるじゃん。あんな感じでそういうシートを組み合わせたりとか、押し入れの中に持ち込んでもう真っ暗なコックピットの中再現したりとか、みんななんかそういう工夫してて、なんか人間の癖なのかね。いや、テッキのコントローラー、夢のあるコントローラーだなと思いましたね、当時。僕子供で買えなかったんですけど。でもこれテッキ感あったけど。いや、ありました。これね。そのうちなんかもうこういうのあるんですよ。スコープで。素晴らしい。これ考えてるのなんで太っていくのか全然わかんないです。俺も本当そう。俺最近空気にカロリーがあるんじゃないかっていうのを疑ってる。